こんにちは、ゆうたチャンネルのみことです。今回のテーマは、ホンダ、ホークシリーズです。バブや夜間タンクといった愛称とともに、主に旧車ファンから愛されているホークシリーズ。人気漫画、東京リベンジャーズの影響で、近年、その注目度が急上昇しています。今回は、そんなホークシリーズを、ホーク2、CB400T を中心に、その歴史と魅力の数々を紹介していきます。4フォアナキアと一時代を築いた。今回紹介するホークシリーズは世代で言うと CB400 フォアと CBX400F の間にあたり、ホンダの旧車というくくりで見るとその2社の影に隠れがち。 395cc のホーク2 CB400T は当時の中型クラスにおいて最高のスペックを掲げてデビューし、そのわずか後に兄弟車として249cc のホーク CB250T も登場しました。デビュー以降はオートマチックトランスミッションを備えたホーク CB400T ホンダマチック付きなどの派生車種もいくつか開発され、ホークシリーズは決して長い期間ではなかったものの一時代を築くこととなりました。きっかけは4フォアの不運。ホークシリーズ登場の背景にあるのは運転免許制度の改定です。1975年、二輪免許に 400cc を上限排気量とする中型限定の区分が設けられました。当時ホンダはミドルクラスのモデルとして CB400 フォアをラインナップしていましたが、408cc だった CB400 フォアはこの免許制度改定の影響をもろに受け、国内での販売数が落ち込んでしまいます。ホンダは76年に対策として 398cc 版をこしらえるものの、そもそも主要マーケットだったアメリカで売れ行きが芳しくなく、また日本でしか需要を見込めない 398cc 版を展開したところで、その生産コストに見合う利益を期待できないことから、76年を最後に CB400 フォアは生産終了となってしまいました。CB400 フォアが消え、中型クラスを担う存在がいなくなったホンダは、その代わりとなる全く新しいモデルの開発に着手。こうしてホークシリーズが生まれることとなったのでした。フォースト2気筒でありながら、スペックはクラス最強。ホークシリーズの開発コンセプトは、クラストップの動力性能を持つ俊敏なスポーツバイク。そしてまず開発されることになったのが 400cc クラスのホーク2でした。エンジンは空冷4ストローク SOHC の並列2気筒を採用。動力性能を求めるなら4気筒の方がいいんじゃないのと考える人もいると思います。しかしミドルクラスの4気筒車は採算が取れないということが CB400 フォアの生産を通じて明らかになったので、ホークシリーズの開発では4気筒という選択肢は最初から除外されていました。実はホークシリーズにはなるべく低コストで高性能を実現するというテーマもあったのです。エンジンを詳しく見てみると、1気筒あたりのバルブ数が吸気側2つ、排気側1つの計3つなのが特徴的。また、ボア 70.5mm に対し、ストロークが 50.6mm とかなりのショートストローク設定なのもポイントと言えるでしょう。少ない気筒数でも回転数を稼いで、なんとかパワーを出そうというホンダの意図をここから読み取ることができますね。
最高出力は40馬力9500回転で、最大トルク 3.2 キロ8000回転。CB400 フォアが36馬力8500回転でしたから、ホーク2のエンジンは2気筒でありながらも4気筒エンジンを凌駕する高回転高出力を達成していたということです。ちなみに当時の他社ライバルモデルと比べても、同じフォースト2気筒のスズキ GS400 が36馬力、さらに川崎の 400SS やスズキの GT380、ヤマハの RD400 といったツースト勢でさえ40馬力には達しておらず、ホーク2はそのコンセプト通りクラストップのスペックを実現していました。とはいえ、ただパワーばかりを追い求めていたわけではありません。振動対策としてバランサーが内蔵されたり、メカニカルノイズを抑えるためにサイレントカムチェーンが使用されたりなど、乗り心地にも配慮された作りとなっていました。車体の方は新設計のダイヤモンドフレームを用いてマスの集中化を実施。またホイールも当時のホンダの最新装備だったコムスターホイールを履いていました。1977年5月にホーク2の発売が始まると、クラス最強の高出力エンジン、4気筒エンジンでは実現できない軽量スリムなボディ、そしてホンダ車らしい扱いやすいキャラクターからたちまち大人気モデルとなりました。弟分のホーク CB250T はホーク2のリリースから約2ヶ月後の77年7月にデビュー。高回転型のキャラクターや扱いやすさは兄貴分からしっかりと受け継いでいたものの、ポアダウンされたエンジンは26馬力と控えめ。ハイスペックを求める時流の中で、ホークは残念ながらホーク2ほどの支持を得ることはできませんでした。積極的に展開したバリエーションモデル。ホーク2のヒットによりミドルクラス戦線で勢いに乗ったホンダは意欲的にホークシリーズを展開していきます。ホーク2の登場から1年も経たない78年の初め、オートマチックトランスミッションを搭載したホーク CB400T ホンダマチック付きをリリース。さらに78年8月にはホーク2をベースにフロントブレーキのダブルディスク化やミッションの6速化が行われたホーク 3CB400N がデビューしました。79年にはホーク2をアメリカンバイク風にアレンジした CM400T も登場。そして80年、ホークシリーズの最上位モデルであるスーパーホーク3が現れます。スーパーホーク3は中型クラスでは初となるトリプルディスクブレーキ、フロント2枚、リア1枚や、それまでバイクには採用されたことのなかったデュアルピストンキャリパーなどを装備。さらにジュラルミン単造製のハンドルがおごられるなど、非常に豪華な作りとなっていました。ところでホーク2はホークシリーズの最初に発売されたのになぜ2なのか。実は国内で最初に発売されたホーク2よりほんの少し早くアメリカでホーク1が発売されていました。 CB250T がホーク1ではなくホークになったのもこんな理由があったからかもしれませんね。人気漫画にも登場。さて冒頭でも少し触れましたが、ホークと聞いて東京リベンジャーズを思い浮かべる人も少なくないでしょう。東京リベンジャーズは涌井健志作の漫画で2017年より週刊少年マガジンにおいて連載されています。2021年にはテレビアニメや実写映画となり大きな話題となりましたね。この東京リベンジャーズの主人公花垣武道や
佐野万次郎、マイキーの愛車としてホークが登場します。東京リベンジャーズを通じてホークの存在を知った人も少なくないのではないでしょうか。実際、最近は東京リベンジャーズの影響でホークに乗りたいと考えている人が増えてきているようです。そしてそれに応えるかのように2022年4月、ホンダから 1100cc のホーク11が発売されました。水冷化されましたが、最新式でも変わらないツインエンジンで見た目にインパクトのあるロケットカウルがモダンながらもレトロな雰囲気を醸し出しています。実はこの新型の社名をホーク1100ではなくホーク11にしたのはホーク2の社名に引っ掛けて11にしたそうです。そういえば11が2に見えますね。技術力に裏打ちされたホークの人気。ホンダだからこそ名車たらしめることができた。これがホークシリーズに対するミコトの結論です。ホークシリーズは CB400 フォアの採算の悪さを埋め合わせるために生まれたビジネス戦略車だったと言えます。言い換えると70年代の多気筒エンジン至上主義の中でそれには乗っからず開発コストという極めて現実的な観点から生まれたバイクということ。そんなコスト最優先のモデルだったにもかかわらず性能面でクラストップの座を勝ち取れたのはまさにホンダの技術力があったからではないかと思うのです。単にコストパフォーマンスのみを追って作られていたとしたらホークシリーズはこれほどまでに名車として語り継がれることはなかったでしょう。それこそ東京リベンジャーズにも出てこなかったかもしれません。ホークシリーズは上辺のかっこよさや時代の流行に乗って人気を得たのではなく内包された技術力でもってして確固たる地位を築いたある意味稀有な存在だったと言えるでしょう。いかがでしたか？今回はホンダ・ホークシリーズの魅力の数々を紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録してまた見に来てくれたら嬉しいです。グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。